にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。この動画は年末年始に一人で行ったイスタンブール旅行記の動画なのだ。この日の旅行ではイスタンブールの定番観光地を扱っているから最後まで見てね。いきなり朝日の映像だけどこれは何かしら？この日は2025年の元旦でホテル近くの公園で初日の出を拝むのだ。今は朝の6時半過ぎだけど底冷えするぐらいの寒さよ。ちなみに昨夜は今いる公園で年越しカウントダウンの花火を見ていたのだ。それじゃ睡眠時間も6時間未満じゃない。それができるのも一人旅行のメリットでもあるのだ。ということで今日のイスタンブール旅行ではアヤソフィアと地下宮殿といった定番の観光地を巡っていくのだ。旅行3日目にして有名な観光地に行くけど元旦のイスタンブールでも営業しているのね。そこが狙いでマイナーな観光地やアクティビティはお休みが多いのだ。でもアヤソフィアといった誰もが知る観光地は営業しているから滞在時間を無駄にはしたくないのだ。ということでこの大きな建物がアヤソフィアなのだ。実際に見ると想像以上に大きいわね。全長82メートルで幅は73メートルと大迫力なのだ。さらにすごいのはアヤソフィアが建てられたのが西暦537年と1500年近い歴史を持つ建物なの。当時の東ローマ帝国時代に建てられたのはすごいとしか言いようがないのだ。ちなみに現在のアヤソフィアはモスクとして設営されていて2020年までは博物館として営業して正教会やカトリック教会として時代の移り変わりとともに変化しているの。ということでアヤソフィアの中に入るのだ。ちなみにアヤソフィアには観光用とモスクへの礼拝用の2つの入り口があるから注意してね。特に僕みたいなアジア系の観光客が間違えて礼拝用の入り口へ並んでしまったのだ。元旦にアヤソフィアへ礼拝はレベルが高かったわね。僕たちがいるフロアが観光用で下のフロアがイスラム教徒用の礼拝フロアなのだ。2020年までは博物館として営業していたから今ある礼拝用の場所にも行けたのね。日本においても神社やお寺に観光客が混在しているからこうした住み分けも大事になると思うのだ。そしてアヤソフィアはキリストの壁画があることで有名なのだ。まさにイスラム教とキリスト教の文化が融合し独自の装飾が特徴的ね。この手の旅行動画でアヤソフィアの説明はいっぱいあるから写真と映像でお送りするのだ。アヤソフィアの次は地下宮殿に向かうのだ。実は地下宮殿に向かう前に絨毯売りに話しかけられて1時間ぐらい時間を削られてしまったイベントが発生したわよ。ちなみに相手は日本語が上手だったけど日本円で10万円が半分の5万円にまで値引きされていったのだ。それで気を取り直してアヤソフィアから歩いて数十秒にあるところに地下宮殿の入り口があるのだ。入り口がわからなくて出口のところから入ろうとしてしまったわよ。ライトアップも青やオレンジ色など変わってとても幻想的な光景が広がるのだ。地下宮殿と言われているけど東ローマ帝国時代に建てられて貯水槽として水道インフラを支えていたの。可能な貯水量として7万8000リュウベイが貯水できたとされているのだ。これは25メートルプールが130面分も貯水できるの。ちなみに地下宮殿には見どころもあってメドゥーサの石像が土台として使われているの。貯水槽だから美術性は必要ないと思うのだ。一説によるけど在庫処分として不要になったけど土台としての機能は使用できるから顔を土台に利用したとされているわ。そして最後は観光用フェリーに乗ってイスタンブールの街並みを眺めていくのだ。約1時間半の遊覧で夕方4時半に出発しているからちょうどいい夕日の街並みが見える計算になるわね。出発場所がアヤソフィアの近くだったから下から眺めるようにアヤソフィアを拝めるのだ。アヤソフィアから鳩場まで坂道が多かったけどこんなにも斜面が急なのが伝わるわね。
途中には大型クルーズ船も出てきたのだ。右には旅行1日目に行ったガラタ島も見えてきたわね。ということでここでは船旅をお送りするのだ。Перекрестки европейской части вокзала платный, а обратно бесплатный. Количество торговых и пассажирских. ということで今日の予定はおしまいなのだ。肌寒かったけど船で一気に観光地を見れたのは良かったわ。これからホテルに戻ってから夕ご飯を食べるのだ。最後はトルコの大衆食堂であるロカンタで夕ご飯にするのだ。入り口でトレイを持って店員さんに指差しして注文していくの。日本で言えば学食や社食みたいなシステムなのだ。そして注文したのがこれなのだ。白米とナスの肉炒めとナスのヨーグルト和え、そしてファンタとヨーグルトね。初めてだからナスとヨーグルトで固めてしまったのだ。でも白米は味は薄いけど香料がついていて酸味でも合うような味付けになっているのだ。それでは今日の旅行動画はこれでおしまいなのだ。今回は定番の観光地だったから動画時間も短めだったわね。次回はトルコ旅行最終日だから楽しみにしてほしいのだ。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうなのだ。